今回は、ページで作成されたフォーム上にグラフを表示するプログラムを作ったので紹介します。画面に配置したウィジェットは、ボタン、キースケール、フレームを配置しました。このフレームにグラフを表示します。ページによって作成されたファイルは、プロジェクトファイルと2つの Python コードとなります。一つは GUI 画面の設定コード、もう一つはロジックを定義したサポートモジュールとなります。それでは、追加修正したプログラムを実行してみましょう。すると、このような画面が表示されます。ここでグラフ表示のボタンを押すと、下のフレームにグラフが表示されます。こちらのスケールのハンドルを移動すると、画面が横移動します。今回は、このような形でグラフを表示するプログラムを作成しましたので、以下、プログラムについて紹介します。こちらが GUI 画面を設定するメインのスクロールグラフ .py のコードです。それでは、追加修正した部分について説明していきます。最初にトップレベルウィンドウでタイトルをスクロールグラフと変更しています。もう一つの変更点は、キースケール1の値の範囲を変更し、グラフの開始点を0から399まで動かせるようにしています。主な変更点は、オトモジュールで行っています。最初に、プログラムの冒頭部で NumPy と Matplotlib をインポートしています。NumPy はグラフデータの作成に Matplotlib はグラフ作成に使用します。グラフのデータとして、500個のサインカーブデータを作成します。まず、X に、NumPy のラインスペース関数を使用して、43行のように作成します。このデータ X を用いて、サインの値を計算し変数データに保存します。次に、ウィジェットにコールバック関数を割り当てます。ボタン1には、オンアンダーラインボタンアンダーラインプレスをスケール1には、アップデートアンダーライングラフ関数を割り当てています。追加したオンアンダーラインボタンアンダーラインプレスについて説明します。この関数は、ボタン1が押された時の処理で、フレーム1にグラフを描画します。デバッグモードの時は、こちらのメッセージをコンソールに表示します。次に、グローバル変数としてキャンバス、AX、アンダーライン W1 データを有効とします。次は、キャンバスがまだ作成されていない場合は、if 文の下に書いていきます。まずはグラフの描画領域、fig と、グラフそのもの、AX を作成します。add アンダーラインサプロット、111の111は、キャンバスを縦1分割、横1分割し、その1番目の領域を使うという意味になります。結果として、キャンバス全体に一つだけグラフが作成されます。続けて、フレーム1に Matplotlib のキャンパスを読み込む処理を行います。こちらで Matplotlib のグラフオブジェクト、fig を、トキンターのGUI に埋め込める特殊なウィジェットに変換します。次に78行目では、前の行で作成したグラフ部品を、実際に親部品、フレーム1の中に配置して表示します。サイド tk.top は、親部品、フレーム1の上側から詰めて配置します。フィル tk.boss は、親部品のサイズが変更されたとき、ウィジェットを水平、垂直、両方の方向に引き伸ばして、空きスペースを埋めます。エキパンド1は、親部品に余白がある場合、その余白を埋めるようにウィジェット自身のサイズを拡大させます。次に、最初の100個のデータを表示するため、変数スタートインデックスに、最初の点0を設定し、エンドインデックスに、プラス100をしたものを代入します。そして、92行以降がグラフ表示となります。まず、グラフをクリアし、次の93行目でプロットを行います。94行目は、Y 軸の表示範囲をマイナス 1.1 からプラス 1.1 までの範囲として設定し、95行目でタイトルを設定。96行目ではグリッド表示。97行目で
キャンバスを再描画します。そして、この関数の最後で t スケールの値を初期値0に設定します。次は、t スケールを動かした時の処理アップデートグラフ関数について説明します。この関数によって、グラフの表示範囲を更新します。最初に、デバッグが有効であった場合、コンソールに表示する記述を書きます。次にグローバル変数を設定し、グラフがまだ表示されていない場合は何もしなくて、この関数より脱出します。そして、スケールの値をスタートインデックスに代入した後、プラス100を行い、エンドインデックスを設定します。最後に、先ほどと同じようにグラフをクリアし、再描画します。